グランドセイコーの新作、ここ数年めちゃくちゃいいよね。エボリューション9シリーズがとにかくいい。今年もエボリューション9の新作が出たから、そんな話をしていきたいと思います。それでまず結論。今年出たモデル SLGB003 なんだけど、これビジネスウォッチの最高峰だろうってことなんだけど、どの辺がっていうことにね、触れていきたいと思います。まず今回の新作の最大の特徴って UFA。 これよ、スプリングドライブ UFA。 これないよね。まあ何のこっちゃだと思うんですけど、 UFA っていうのが Ultra Fine Accuracy の略で超高精度っていう意味なんだけど、これもうそのまんま超高精度なんよね。これがすごい。で、ちょいと詳しく話していきますと、まあこのモデルのムーブメントはスプリングドライブキャリバー QRB2 なんだけど、普通のスプリングドライブではないのね。今までのものと精度が全然違っていて、今までは平均月差プラスマイナス10秒だったんだけど、これはね、なんと年差プラスマイナス20秒なんだよ。月差じゃなくて年差ね。すごいよね。ちなみに年差プラスマイナス20秒って月差で言うと平均月差プラスマイナス3秒に相当するんだって。へえ、なんつってそれでこれ単に精度が良くなったねで終わりにするにはもったいないくらいのネタがあるんよね。グランドセイコーのホームページを見ていきますと、本キャリバーはキャリバー QRA 系の開発で培った3ヶ月間のエイジング工程を経た推奨振動子と、温度による精度変化を補正する温度補正機能搭載の超省電力 IC を真空パッケージに封入した高精度スプリングドライブパッケージ IC を備えています。エイジング工程っていうのは動作が安定するまで動作させることらしいのね。で、温度を補正する IC 集積回路で精度を良くしてますよと。それから封入された IC は個々の推奨振動子の周波数を複数の温度で測定して得られたデータを元にして温度補正を行います。推奨振動子は温度変化によって振動数が変化する特性があるため、キャリバー QRB には極めて小さな消費電流で動く SOI-IC と呼ばれる IC に搭載された温度センサーによって時計内部の温度測定を1日に540回行い、その温度データをもとに IC 内で温度影響を判断し、推奨振動子の振動数の誤差を補正しています。さらにこの IC と推奨振動子を一つの真空パッケージに封入することによって IC 内の温度センサーと推奨振動子との間の温度差をなくし、より高精度な温度補正を行うことを実現しました。つまりめちゃくちゃ温度補正をしまくっているってことでいいかな。それで推奨振動子と IC をつなぐ配線も真空パッケージ内に封入することで湿度変化による精度影響も抑えています。またパッケージ化により静電気や光の影響からも IC を保護します。真空パッケージに振動子とかもろもろを入れることで外部環境の影響をなるべく小さくしてるってことね。すごいやん。なんかいいよね、こういうメカニックな感じ。スプリングドライブの上位版、めちゃくちゃ技術詰め込んできましたっていう感じがするよね。それでこれだけじゃなくて、このムーブメントにはスプリングドライブ史上初の緩急調整機能がついてるんだって。これ何かというと、製造後の推奨振動子に残るわずかな歪みによって生じる推奨振動子の微細な振動数の経年変化も補正ができるように、スプリングドライブ史上初めて緩急スイッチを搭載しました。アフターサービスの際にキャリバーの個性に合わせた精度の微調整を行うことで、より長期にわたって年差精度を維持します。だって使い込んでもなお超高精度が続くっていいよね。まあこんな感じで精度にこだわったウルトラファインエクストラシーなムーブメントが使われているっていうのが最大の特徴かな。さらにこのムーブメントは精度だけじゃないんだよね。ムーブメントの外観にはスプリングドライブの生まれ故郷信州の自然にオマージュを捧げたこだわりの仕上げ加工が施されています。無表をムーブメントの外観で表現するべく、受けの表面には梨地加工を施し、落ち着いたトーンに抑えながら気品ある静かな輝きを実現しました。
受けの稜線や単面、穴の周りにはダイヤカットを施すことによって夜空にきらめく星のごとく、どこからでも光を受けてシャープな輝きを放ちますって公式でも言ってるんだけど、まあ綺麗だよね。エボリューション9シリーズってちゃんとムーブメントの見た目もこだわっているところがいいよね。それであとは全体的には今までのエボリューション9シリーズって感じなんだけど、ダイヤルはスプリングドライブが作られている信州時の匠工房の東にある諏訪霧ヶ峰高原の樹氷をモチーフにしてデザインされているそうで、少し青みがかったシルバーが綺麗だね。それからケースにはブライトチタンが使われていて軽くていいよね。で、注目なのはサイズなんだけど、これ 37mm なんだよね。このサイズ感がめちゃくちゃいいと思うんだけど、白樺なんかが 40mm だから結構小さくなってるよね。これ今回のムーブメントが小さくなった影響みたいで、精度といいこのムーブメントは本当にありがたいよね。あとは地味に嬉しいのがバックルでサイズの微調整ができるようになったってことなのよ。こういう細かいんだけど使いやすさに直結するところがちゃんとアップデートされているのがいいよね。とまあいろいろ魅力的な部分があるわけだけど、最初に言ったビジネスウォッチの最高峰っていうところを話していきたいと思います。とはいえですよ、なんとなく皆さんも察していると思うんですけど、まず精度ね。年差プラスマイナス20秒っていう精度、使いやすいよね。普通の機械式の時計ももちろん好きなんだけどさ、仕事で使うってなると精度を気にする人も多いんじゃないかと思うから、そういう需要にもちゃんと対応できてるよね。それからブライトチタンで軽いってことね。重いと疲れちゃって使いづらいから重要だよね。それにエボリューション9シリーズって付け心地にすごくこだわっているから、軽いってことも含めて使いやすいようになってるんやね。そんでもってサイズ感もいいよね。 37mm、 厚さが 11.4mm で薄型とは若干言いづらいんだけど、でもまあいいんじゃないでしょうか。ってことをここまで言ってきたけど、要は実用性がズバ抜けてんなと、そう言いたいんすよね。いや、実用性だったら電波時計でええやんっていう人がいるかもしれないけどさ、そこはね、電波時計にはない魅力があって、高級感とかね。だからある意味で唯一無二みたいな存在かなと思います。雑誌とかあるか。向こうは年差プラスマイナス1秒とかもあるしね。まあそんなこともありつつですけれども、実用性とはまた別の重要なこともあって、言うてこのモデルお値段張りますわ。レギュラーモデルなんですけど151万円ですか。張ってます。なんだけどこれがロレックスとかそういうブランドの時計と大きく違うところがあって、グランドセイコーのイメージなのね。真面目で堅実なイメージだから、これだけの価格でもグランドセイコーにいやらしい感じがないから、仕事で使っても嫌味になったり変な空気感になることはないと思うんだよね。で、真面目な時計のグランドセイコーなんだけど、ただ真面目でお堅いっていうだけじゃなくて、樹氷をモチーフにしたダイヤルがまたおしゃれ。硬さの中にそういうシャレっ気があるところ、そこのバランスが絶妙なんですよ。秀逸ないよねこれ。まあそういうところを踏まえるとビジネスウォッチの最高峰って言いたくなっちゃうんよね。別にビジネス以外でもガンガン使えるモデルだと思うんだけれども、というのが私の結論というか感想です。はい。SLGB003 についてはそのくらいなんだけど、新作について最後に一言だけ言わせてください。もう一つの新作 SLGC009、 これロイヤルオークっぽくね。以上です。